皆様こんにちは、関田です。今回はルナソルジバンシープラダビューティー3月発売の最新デパコスファンデーションを比較しながらご紹介していきます。最新ファンデーションは高いスキンケア効果としっとりとした保湿感、そしてカバー力が高いアイテムも多いとのことですので、今回はそれぞれのファンデーションの塗り心地、仕上がり、自然光で見た時の仕上がり、そして4時間後のマスク崩れについてをご紹介していきます。優秀なベースメイクアイテムがたくさん発売されているルナソルやジバンシー、そしていよいよ3月20日から全国発売を開始するプラダビューティーなど注目アイテムばかりですので、少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。また、こちらのチャンネルでは各ブランドの新作コスメのご紹介や人気のファンデーション比較、3月27日より価格改定をするシャネルの人気アイシャドウエベージュパレットルガールの全色レビュー、そしてサブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、ルナソルクラリティフローリクイド SPF30 PA2+。水のような艶を秘めて清らかに、ふわり一塗りでクリアな光が巡り出す。肌の動きに寄り添うしなやかな膜が肌と一体化するように軽やかにフィットして、毛穴や色ムラを明るく均一にカモフラージュ。ボディグローな質感で崩れにくく、つけたての美しい仕上がりが一日中続きます。ヒアルロン酸や豆乳発酵エキスなどの保湿成分も配合。カラーは標準色の OC02 を使用していきます。続いて、ジバンシープリズムリーブルスキンケアリンググロークッション SPF45 PA3+。どの角度から見ても隙のない立体的なツヤと透明感があふれるプリズムスキンに仕上げます。24時間続く立体的なツヤに満ちた肌。ウォータープルーフ、スウェットプルーフ、スマッチプルーフで隙のない仕上がりをキープ。89% スキンケア成分配合。肌に上品な潤いを与える3種の有用成分をたっぷり含んだスキンケア処方。こちらのファンデーションは標準色の設定がないそうで、今回私はおすすめ色とのことだった2の120、ヘルシーなニュートラルベージュを購入しました。続いて、プラダビューティーリビールスキンファンデーション SPF17 PA3+。使うたびに地肌を艶めかせる美容液ファンデーション。 IRL マイクロフィルターテクノロジー採用で、細かな粒子が肌の上で微結晶化し、光を拡散させる薄いフィルターに。毛穴や小じわを飛ばし、光のベールをかけたように輝く肌へ。崩れにくい、色移りしづらいフォーミュラ。カラーは標準色とのことだった LN10 を使用していきます。それではまずはこちら。落ち着いたツヤでハイカバー、そして崩れに強いタイプとのことだったルナソルと、立体的なツヤ肌仕上がりでこちらもハイカバー、そして崩れに強いというジバンシーを比較していきたいと思います。今回下地はこちら。デパコス下地の中でも特に人気のクレドポーボーテボワールルミネを使用していきます。それではまずはこちら側半分にルナソルを塗っていきます。今回の新作ファンデーションは薄付きで肌にピタッと密着する軽やかなテクスチャーなのにハイカバーというところが大きな特徴だそうです。まず薄く塗ってみるとこんな感じで、確かにすぐに肌にピタッとフィットして馴染んでいってくれます。重さもなくとても軽やかですが、確かにカバー力は高めです。伸ばしていくと肌にすぐ馴染んでくれるので、ムラなく塗ることができます。はい、まずはこちら側半分にルナソルを全体に薄く塗って仕上げてみました。下地のみの方と比較をしても、ファンデーションを塗っている感のないような、かなり自然な仕上がりですが、気になるニキビ跡などもある程度カバーしてくれているので、まさにブランドからの説明の通り、薄膜なのにしっかりとカバーをしてくれるタイプのファンデーションだなと感じました。近くで見てもこんな感じで、多少の小鼻の赤みなどは残っていますが、それでも薄く塗っただけなのにこのくらいカバー力が得られるのはとてもすごいなと思います。
さらに上から塗り重ねてみます。適度なみずみずしさもあるので伸ばしやすいタイプですが、すぐに肌にピタッとフィットして馴染んでいってくれるので、重ねていっても下に塗っているファンデーションがよれてしまうということなく、綺麗にフィットしてどんどんカバー力がアップしていく感じがします。保湿感もありつつ肌にピタッと密着してくれるファンデーションはこれからの季節にも大活躍してくれると思います。ニキビ跡などもこんな感じでタップするように重ねていくと、コンシーラーなしでも綺麗にカバーしてくれますね。厚みは出ないのにしっかりとカバーしてくれます。はい、気になる部分に何度かしっかりと重ねてカバーしてみました。すぐに肌に馴染んでピタッと密着してくれるタイプのファンデーションだったので、通常のファンデーションよりも少しだけ多めに塗り重ねましたが、それでも下地のみの方と比較をしても全く厚塗り感が出ていませんよね。それなのに近くで見てもこんな感じで、コンシーラーなしでもしっかりと気になるニキビ跡などもカバーしてくれるハイカバーなファンデーションでした。ここまで自然なのにハイカバーに仕上がるのはかなり優秀なんじゃないかなと思います。最近のファンデーションは比較的ナチュラルな仕上がりのものが多かったので、ハイカバーなファンデーションが好きという方に特におすすめです。そして仕上がりとしても顔を動かすと適度なツヤも感じられますが、全体的にツヤツヤに仕上がるというよりも滑らかでつるんとした自然なツヤ仕上がりという感じがするので、この自然なツヤの感じもより肌っぽく見えるポイントなのかなと思います。そして肌表面はファンデーションがピタッと密着している感じがするので、ベタつきなどは全く感じませんが、水分と油分どちらのバランスもよく保湿をしてくれている感じがするので、密着感が高いからといって乾燥してしまうタイプという感じもしなかったです。ただ、ルナソルのファンデーションは比較的水分も油分もしっかりと感じられるかなり高保湿なアイテムが多いので、ルナソルの他のファンデーションと比較をするとほんの少しだけ保湿感が物足りなく感じるという方もいらっしゃるかもしれません。それでは反対側にはこちら、ジバンシーを塗っていきます。ジバンシーはこんな感じでパフに軽く取って塗っていくだけでもしっかりとカバーしてくれるので、こちらもルナソルと同じくハイカバーな仕上がりですね。最新ファンデーションはカバー力が高めのアイテムがまた人気になっているようですね。滑らかでみずみずしいツヤが肌全体に乗ってくれます。はい、こちら側にはジバンシーをまずは全体に一度薄く塗ってみました。ジバンシーはクッションタイプなので、パフを使ってしっかりと密着させるという塗り方の違いもあると思いますが、反対側に塗っているルナソルよりもさらにカバー力が高かったです。近くで見てもこんな感じで、適度なクリーム感のあるみずみずしくて滑らかなテクスチャーのファンデーションが肌にピタッと密着して、毛穴や凹凸もしっかりとカバーしながら、気になるニキビ跡などもしっかりカバーしてくれています。もう少しカバーしていきます。こちらも重ねていってもクリーミーさの中にみずみずしさもあるようなテクスチャーなので、肌に綺麗にフィットしていきます。そしてジバンシーは重ねるごとにカバーしていくのももちろんですが、綺麗なツヤが出てきます。ツヤとカバー力どちらも欲しいという方にかなりおすすめです。はい、こちら側のジバンシーも何度かしっかりと塗り重ねてみました。こちらも厚塗り感のない自然な仕上がりですが、近くで見てもこんな感じで重ねていくことにしっかりと毛穴や凹凸もフラットにして気になるニキビ跡などもカバーしてくれるハイカバータイプでした。そして反対側に塗っているルナソルと比較をすると分かりやすいですが、ジバンシーは滑らかでみずみずしさも感じる生き生きとしたツヤ肌に仕上がっています。顔を動かした時に頬の高い位置などに自然で滑らかなツヤが乗る感じがとても絶妙で綺麗です。ツヤタイプでハイカバーなファンデーションが好きという方にかなりおすすめです。そして肌表面はみずみずしくて滑らかなスキンケアクリームで保湿をしている時のような程よい水分感とクリームで肌をふっくら柔らかく保湿してくれている感じがします。しっかりとした保湿感が好きという方におすすめです。アップで比較するとこんな感じです。どちらもかなりハイカバーな仕上がりでした。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらも厚塗り感はないですが、素肌の透け感が出てしまうということもなく、しっかりとカバーしてくれています。
ルナソルは自然光で見ると頬の高い位置などに自然なツヤを感じることができますが、それでも素肌に近いような落ち着いたツヤ仕上がり。ジバンシーは顔を動かすとしっかりと滑らかなツヤを感じることができますが、こちらもパウダーを塗る前の状態の肌でもツヤツヤしすぎないので、とても自然で使いやすいと思います。そしてそれぞれのカラーについて、ルナソルは標準色の OC02 というものを使っていますが、首から浮くことなくとても自然に馴染んでくれています。他のブランドの標準色よりもほんの少しだけ赤みが強い色出しかなという風に感じますが、比較的使いやすいカラーです。反対に塗っているジバンシーは今回標準色の設定がないということだったので、おすすめ色のヘルシーなニュートラルベージュのカラーを使用しています。こちらは他のブランドの標準色よりもほんの少しだけ明るめで、ルナソルとは対照的に少し黄みが強いかなという印象を受けました。続いて香りについては、ルナソルは原料のような香りがほんのりとする程度、ジバンシーはフレグランスのような少し強めの香りがしっかりとするので、香りが苦手な方には注意が必要かもしれません。プリズムリーブルシリーズ共通の香りがついています。それではコスメデコルテのルースパウダーをブラシで全体に軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして崩れについて見ていきたいと思います。ルナソルとジバンシーはどちらも崩れに強いタイプとのことだったので、どんな感じなのかとても楽しみです。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも塗りたてよりも少しツヤが増した感じはしますが、それでもテカリが出てきてしまったり、よれてしまうということはなく、比較的崩れにも強いファンデーションだなという印象でした。ただ、近くで見るとこんな感じで、ルナソルはマスクがよく当たる位置にファンデーションのハゲが少し気になる印象。反対にジバンシーはマスクの摩擦には強いですが、全体的にファンデーションが薄まっていくような感じがしました。それぞれアップで見るとこんな感じです。ただどちらも長時間塗りたての時のような保湿感を保ってくれていたので、乾燥が気になる肌タイプの方にも安心して使いやすそうです。特にルナソルは内側にしっかりと保湿感はありますが、小鼻の横なども全くベタつきが出てきていないので、保湿もしつつ肌表面のサラッと感を持続させたいという方におすすめ。ジバンシーはツヤが出るハイカバータイプでしたが、こちらもしっかり保湿しつつ、小鼻の横などのベタつきも比較的気になりにくかったので、よりクリーミーで塗りやすく、ツヤ肌に仕上げたいけれど、ベタつきも抑えたいという方に使いやすいんじゃないかなと思いました。それでは続いて、こちら側にはすでにルナソルを塗ってある状態なので、反対側にプラダを塗ってご紹介していきたいと思います。プラダのファンデーションは、下地もパウダーもいらない、これ1本でスキンケア感覚で使えるアイテムとのことですが、今回は条件を合わせるために下地を塗ってご紹介していきます。こんな感じで、やはりパウダーも不要ということなので、かなり伸びはいいですが、すぐに肌にさらりと馴染んで、ベタつきを全く感じない質感です。スキンケア効果はありつつも、さっぱりとした仕上がりのファンデーションが好きという方に特におすすめです。そしてこちらも一度塗りでも赤みや色ムラなどはある程度カバーしてくれる印象ですが、反対に塗っているルナソルや先ほどご紹介したジバンシーと比較するとかなりナチュラルな印象です。はい、まずはこちら側半分にプラダを全体に薄く塗って仕上げてみました。このくらいの距離で見ると肌全体を自然にカバーしてくれている感じはしますが、やはり近くで見るとこんな感じで、一度塗りの時点だと素肌に透け感が残るようなタイプなので、こちらは比較的ナチュラルなファンデーションなんじゃないかなと思います。もう少し重ねていきます。やはりこちらも滑らかですが、反対に塗っているルナソルと同様、ベタつき感が全くなく、スッと肌に馴染んでいくので、重ねていっても重さや負担感なく使いやすいです。ただやはりファンデーション自体のカバー力がナチュラルなので、重ねていっても赤みや色ムラを完全にカバーするという感じではないですね。気になる部分はコンシーラーと組み合わせて使うのが良さそうです。はい、こちら側のプラダも何度かしっかりと重ねてカバーしてみました。プラダのファンデーションは重ねるごとに
毛穴や凹凸を滑らかにフラットに整えてくれるタイプだったので、このくらいの距離で見るとハイカバーのルナソルとだいたい同じくらいのカバー力があるように感じますが、近くで見るとこんな感じで、毛穴や凹凸はフラットに見えていますが、ニキビ跡などが少し透けている感じがするので、ファンデーションの色素が少し薄いタイプなのかなという感じがしました。ただ重ねていっても厚塗り感なく毛穴や凹凸をフラットに整えてくれるところはとても綺麗だなと思います。毛穴や凹凸を感じさせない肌に仕上げつつ、ナチュラルなカバー力のアイテムが好きという方におすすめです。そして質感としてはお粉冬で使えるというだけあって、しっかりと内側に保湿感は感じつつも肌表面に全くベタつきを感じないような仕上がりです。滑らかでとても塗りやすく、保湿感はあるのに肌表面がさらりと仕上がる質感がカネボウのコンフォートスキンウェアに似ているなと感じました。ファンデーションでもしっかりと保湿をしたいけれどパウダーが苦手なのでベタつく質感は避けたいという方にかなり使いやすいんじゃないかなと思います。そして反対に塗っているルナソルと同様、肌表面にベタつきが残らないタイプだからか、ファンデーションの油分感なども全く感じさせないような素肌に近い自然なツヤ肌仕上がりでした。はい、外の自然光で撮影しています。やはりどちらのファンデーションも自然光で見ても素肌のような質感の自然なツヤ仕上がりでした。特にプラダはセミマットというわけではないですが、ファンデーションの油分感なども感じない仕上がりです。カラーについては標準色とのことだった LN10 を使用していますが、黄みにも赤みにも寄りすぎることもなく、明るさもとても標準的だなという印象でした。透け感が残る仕上がりなので、カラー選びは比較的しやすいタイプのファンデーションなんじゃないかなと思います。そして香りについても原料のような香りの中にほんのりとフローラルを感じるような印象なので、そこまで香りも強すぎないイメージです。4時間後のマスク崩れはこんな感じでした。プラダはつけている間もしっかりと保湿感があった分、小鼻の横にテカリとベタつきが出てきたのが少し気になりましたが、マスクの摩擦にも強く、ファンデーションが薄まる感じも気になりにくかったです。毛穴や凹凸も滑らかなままに保ってくれています。そして小鼻以外の部分は塗りたてのようなサラサラな質感を保っていました。はい、ではこんな感じで3月発売の最新デパコスファンデーション3種類を比較しながらご紹介していきました。最後にそれぞれの特徴をまとめると、ルナソルはハイカバーでツヤツヤしすぎない落ち着いたツヤ肌仕上がり、つけている間も保湿感は持続してくれますが、すぐに肌表面がさらりと仕上がるタイプなので、季節や肌質問わず使いやすい印象でした。マスクの摩擦にはほんの少しだけ弱い印象はありましたが、それでも皮脂やテカリが気になりにくかったので、これからの季節にも安心して活躍してくれると思います。続いてジバンシーもルナソルと同様ハイカバーな仕上がりで、こちらは滑らかで生き生きとしたツヤ肌に仕上がってくれるタイプでした。みずみずしさも感じる保湿クリームのようなテクスチャーで、毛穴や凹凸も綺麗にカバーしてくれます。そしてこちらもツヤが綺麗に持続してくれますが、テカリやベタつきなども気になりにくいタイプだったので、肌タイプや季節問わず使いやすそうです。そして最後、プラダビューティーは赤みや色ムラは自然にカバーしつつも、素肌の透け感が残るようなナチュラルな仕上がり。ただ、毛穴や凹凸を綺麗にカバーしてくれるので、素肌っぽい仕上がりが好きだけれど、毛穴や凹凸はしっかりとカバーしたいという方に特におすすめです。お粉なしでも使えるタイプということで、しっかりと保湿感はありながらも肌表面がサラサラに仕上がってくれるタイプです。時間が経つと小鼻周りなど皮脂が多い部分には少しテカリが気になりましたが、フェイスパウダーなどでこまめにお直しをすれば対策できるんじゃないかなと感じます。スキンケア感覚でファンデーションを使いたいという方におすすめです。最新ファンデーションもとても優秀なアイテムばかりでしたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。